あ、間に合うよ。石川県内などにいない人もいるかもしれません。こうした方、このね、先を曲がったところに現地の人にこっちの方ちょっとやばいから一緒に見に行こうかって言って案内してくれたんですけど、マジでやばいと思ってもう絶句でしたね。ねぎぜい家がもうそう全部おかしいでしょ。そうだね。ねぎぜいやばい。でこういうのはあれか水害の土砂崩れのやつ、水害のやつですね。やばいっす。うわすごい家うわすごいね。やばいっすよ。はい、皆さんお疲れ様です。今日は今からうなぎとだし巻き卵の丼の配布をいたします。山椒と山椒とあじゃあ先生おはよう。はい、おはようございます。はい声病気なの俺チックって病気で声が出ちゃうんだ。はいありがとうございます。はい喜んで。あ、うなぎこぼし始めた。涙出るほど嬉しい。こんな幸せなことない。会いたかったっす。楽しい。ご自分が心がね、一色される。あくまで僕たちは困った家がなくなった人に一食でもご飯を提供できることに意味を感じてるんで、それでやらせていただいてます。多分助かる人がたくさんいるんだなって考えたらすごくやる意味があるんじゃないかなと思ってて、誰かのためになる役に立てたっていう思いがあると気持ちが晴れやかになりますよ。ありがとうございます。はい喜んで。暑いがに。いや全然全然。ご苦労様です。もっと待たしちゃおうかな。お茶待ってて。ありがとう。おかしい。あっこつけちゃうの。あっこつけんじゃねえよタコ。何でも言っていいですか。あ、そう本来は生放送じゃない。生放送はやばいです。だってカットつけるとか、なんならやっぱいっぱい喋った方が後悔しない。そう。10回以上こっち来てるから往復1000キロぐらいかかるんですけど、普通にどんどん行くだけで今年1年で1万キロ以上走ってるですね。やばい。本当だよ。何が楽しくてやってんだろうな。楽しいけどねめっちゃ。ここに来るたびにひしひしと感じます。あ、今そうですね、真ん中ちょっと過ぎたぐらいです。でもまだ鈴まで60キロぐらいありますね。でもね、あと1時間ぐらい。こうやって見てるとあれですね、建物で屋根の崩れたままのも結構ありますね。ありますね。あとよく見てほしいんですけど、建物の入り口に、緑とか赤とか黄色の紙が貼ってあるんですよ。でそれでその家の倒壊度とか家の損傷の度合いをその紙が示してるんですけど、もう赤だったら危険でもう住めませんよみたいな、黄色とかはもう本当に注意してくださいみたいなで、緑はまあ比較的安全ですみたいな、そういう感じになってて、そういうのを指標にやっぱ皆さん行動されてたりするみたいですよ。でもこの辺はまだなんだろう、まだもっと
こんな日じゃないですよ、奥の方行くとでもね、道が本当に綺麗になったからいいっすねここはもうね5、6回来てるっすね。5、6回来て数百食出してきましたね。なんかすごい方々しますね。この辺はね、やっぱ大変です、本当に。でも今まだ全然良くなったので、こう良くなる前まではマジでもう穴です、穴バーンってもう一気にタイヤが落ちるみたいな。だからもうまず寝れないですよね、乗ってる人も。お二人はここは来てるんですか？私ははいはるくん同じ人1回だけ。いやなんか、だいぶでも2回来てあんま変わんないですね。あんまり変わんない。あんま変わってないよね。最初からこんな感じ。そうだね。なんかもっと復興がね進んでるかなと思ったけど意外と変わってないね。なんかな。ちょっとなんかね、ちょっと進んでりゃな。あの時マジ道とかやばかったね。やばかった本当に地獄。なんかナビの到着予定時刻を通りに行けるわけがなくて、もうね明らかにね。そうで真っ暗だし寒いし道は暗いから夜向かってるんで、夜に出発して朝着くようにしていったんで、もうすごい。いいだ。出るよ、危ないよ、危ないよやばいよ。すごいな。生徒。ここは鈴です。鈴やばいよ。これ鈴ですか？そう、もう鈴に入りましたね今近い町なんですね。でこういうのはこれがあれか水害の。土砂崩れのやつ、水害のやつですね。やばいっす。うわすごい。うわすごいね。やばいっすよこれもう川を全部溢れたんでしょうね。でしょうねこれ。こんなにしちゃって上まだこんなに行ったからね。なんですよ全部この辺水浸しだったでしょ。全く想像できないけどこれみんなそうですもんね。そうですよ。震災が一時期よりもちょっと落ち着いたかなってタイミングでまた水害が来て、またお家に被害を受けてって方もいっぱいいるんで、困ってる人がねまた増えちゃったのかもしれないですね。いやマジで本当すごいタイミングですよね。正月に地震が来て何百年に一度っていう大水害がその次に起きるっていう。いやーすごい本当に。すいません。来てないね。はい。右方向です。続いて目的地は右側です。何してんだ。どこですお疲れ様でした。役所でこっちが明日使う広場ですね。あこれですか。ついてるかなついてる。お疲れです。トイレしかない。トイレはだったら焼きこっちで、でこれだし巻きで、ほんで炊飯
でどっちにしろうなぎは外がいいよね。両方口どっちか。で一番好きで受け渡し。俺はちょうどいい。コンロがあるね。コンロ大丈夫高さが。足は調整効くんですけど、高いのは高くもできるし短くもできて、なんでもしこの上にこれ乗せて焼き台乗せると高さがちょうどこれでじゃあこの高さでいいんじゃない？1メーター10焼き台の高さがこの高さでいいんじゃない？ここでうな丼を、うな丼とだし巻き卵を提供しようと思ってます。そうでここで作ります。で今そのための動線の流れとか、人の配置とかどういう風にするかっていうのを今みんなでうなぎも生のうなぎをここで串打ちして、で卵もここでだし巻き卵を焼きます。せっかくなのでやっぱりその美味しいものを本物の味を届けたいというのと、僕たち、名古屋のみんな料理人なので、僕たちにしかできないことをやりたいと、で皆さんの記憶に残ることをしてあげたいという気持ちがあったので、今回こういうふうにも生でやって、皆さんにそういうふうに提供するっていう、もうみんなその料理人で本当に美味しいものを食べてほしいっていう思いが強いので、もう誰一人としてそんなこれが苦とも思ってないでしょうし、それ焼き台出そうか。焼き台出して。これ崩れそうだよ。そば丼ずらって並べてここで盛れるじゃん。こっち焼き台。これ折りたたんのがいいじゃん。ここにバーって丼並べてって、でここでうなぎ切って、ここで卵産むね。これ提供していきます。水場ですね。ここでもうとりあえずもうすぐ手が洗えるように、とりあえず仮設でとりあえず、もう全然安心じゃないですか。逆に見ているだけでいいかもしれない。はい、これでね、皆さん、スムーズにいくと思うし、楽しんで、自分たちがやっぱりね、楽しんでやらないと、来ていただける方にも楽しんでもらえないので。炊き出し見たことはされたこと？初めてです。もうだからもう今回ね、金岡さん、ソーレさんが、初めてからやっぱりそういうのすぐ皆さん賛同してやろうっていう盛り上がった感じで。前からうちの奥さんがもう1年かな、もうちょっと前かな、レオン君のずっとインスタを見てて、こういう子がいてっていう話を聞いてて、でずっと応援してるんだっていう話を聞いてて、それと私が自分ずっと関西にいたので、淡路震災のもう全部経験してでいろいろやってきたので、自分もやっぱり炊き出しとかその頃に、もうスクーター走って神戸まで、お弁当持ってったりとか、やってたので、そういう面ではやっぱり、ああいう辛い思いがされた方の気持ちはよくわかるので、自分もそこにいたし、全然もう全然ウェルカムでやるっていう。楽しみです、明日が。長さがちょうどこの中に入ら全然住民の人とか全然人影があんま見えない。大丈夫です。大丈夫です。今週の頭の方で来て、あっちこっちにチラシ配ったり、市役所とかにも告知してるんで大丈夫です。鈴でこんな大規模な炊き出しは僕も初めてなんで、そうなんですよ。でも一生懸命やりますね。やばいっすよ。もうさら地になっていくんだろうな、どんどん。古い家屋が大体斜めになってますね。そうなんですよ。古いよ。
えいそうこんなの傾いてるいや、商品よりはこっちの方がやばいです。商品は結構田舎の方で家がまばらなんですよ。小学校の中にこれ全部あるんですね。そうなんですよ。なんかね、仮設を建てる場所がないらしくて、それが結構仮設の建設が遅れた要因にもなってるらしくて、難しいですね。山と海の間に土地がないですよね、全然。そうなんですよ。はいかな。このね、先を曲がったところに。道もなんかぐにゃぐにゃですね、これ。そう。この辺本当に強かったんだろうなと思うんですよ。揺れが。タコ島のとこ。あそこをね、曲がった先がなんかすごかったよ。止めるかな。無理か。こっちじゃないな。ちょっと楽なとこなんかでも人の家をバシャバシャってるのなんかな。いやでも。支援に関してこの大義名分はないけどちょっとなんか最近支援に関して考え方が結構変わってきて最初はなんか崇高な信念とか思いがないと炊き出しなんてやっちゃいけないと思ったんですけど実は全然そんなことないんだなと思ってなんだろう結局は行動ベースだからどう行動したかとか相手が助かってれば問題はないんじゃないかなって今考えてて。なんかできる時にやりたいと思ったタイミングで支援をできるのがなんだろう、それ悪いことじゃないからみんなガンガンやってもいいのになって思いますだから僕的にこうやって支援に行く理由の一つとして僕もトゥレットって病気があってまあ実生活生きることに苦労することも多いんですけど何もやれないことはないよなっていうやっぱり病気だからとかそういうの関係なしに人を助けることはできるし人のためになることはできるからだからそういうので僕を見てちょっと勇気をもらってくれる同じ当事者の人とかいてくれたら嬉しいなって思いもありますそうなんですよやっぱり社会から必要とされる喜びっていうのをやっぱり平等に感じてほしいからだから僕の行く支援に参加したいよって人がいたらできる限りそれに応えるようにしてるしテレットがあっても人助けはできると
あとこれお玉巻きすぎ。菜箸です。はい。はい。おはようございます。おはようございます。よいしょ。多すぎた。大きく見える。これいきますか。あ、これ台にしてもいいし。俺がちぎっちゃう。これはそれぞれの、お店さんが使ってる業者さんとかから協賛いただいたらしくて、すごい量です。お茶と、あとシャインマスカットと、あとこういう飲み物類と、あと焼き芋とか、冷凍の焼き芋とかいろいろあります。今回は協賛がすごいです。マジでやっぱり同じ日本のために何かできないかと思ってる人がたくさんいるんですよ。本当素晴らしいことですね。あとちょうどこっちに来てもらったんですけど、シャインマスカット。シャインマスカット。すごい。小分けしてこういうふうに炊き出してるということに共感していただいた野菜屋さんが全員でこうやっていただきました。今日これ完全に協賛です。協賛です。はい。こういうふうに個包装していただいて。すごい大変だと思います。それぞれのお店で付け上がる方が、いろんな形、ドリンクもそうですし、お米もそうですし、本当に皆さん協力してくれます。もう僕たちの力ではなく、ここにいない方々の力の方が逆に大きいですよね。すべての思いを背負って僕たち来てますんで、もうミスなく完璧なものを。その場でできるんですよ。多分これはもう多分これさ、これを卵いっぱいですね。はい、6箱全部卵なんで。海苔切りもこれちゃんといただけて、これ美味しい海苔をシャガーとして切り目入れて食べた時にやすいように。何ですか？カツはもう書いてあるんで大丈夫です。これは大丈夫ですよ。どこ置く？生臭いよね。あります。これここでいいか。入ってました。入れといてって言っといて、一応いるって聞かれた。串が新品だとめっちゃ買いやすい。運転がめっちゃ邪魔。いいと思いますよ。身も分厚くて。やっぱり現場で焼くのと焼いたやつ持ってくるのは全然違う。いや、全然違うと思いますよ。大変ですけど、それ辺は大丈夫ですか？大変だと。いや、もう大変じゃないですよ、全然。美味しいの食べてもらえば。
海面の方で傷つけたんじゃないですか。迷ったんだけど、形が揃わんからダメって言われたんですけど。あんまりこれ体的に当たりやすくなるんだよ。開けて並べた方がいい。この高さ。食の予約があって、なんで残りの370食が残りで。でもいくつでもってうなぎ500だったら出ますよね。出ますよ。出る絶対出るので。ついつつって言うんですよ。一応ね並びの時点で残数が確認できるようにはこっちももう集計表を作ってるんで。そうですよ。うなぎなんて皆さんありがたいと思いますよ本当に。もう地元の方お魚もなかなか食べれないっておかしいんですけど船も出てないしっていうので、本当にありがたいことだと思います。あとお肉とかね、いろいろカレーとか持ってきていらっしゃる方いらっしゃいますけれども、うなぎっていうのはなかなかないですし、こんなところに焼いてね、ありがたいですよ。本当にありがたいですよ。まあね、なんかやる気が出ないっておかしいが、もちろんお水も出てない方もいらっしゃいますし、あとなんか心折れてしまってもう疲れ果ててもうなんかね作る元気がないっていうのもおかしいですけども。ここも炊き出しも一つの楽しみなんですよ。みんなこうやって交流持てるっていう、そういう一つにもなりますしね。集まるところがないんですよね、在宅してらっしゃる方は。なのでここへ来て元気やったとかっていう風に、だから炊き出しはものすごくありがたいです。あの人来んかったらどうしたんやろう、おいでんねって言って連絡をするっていう、そういうつながりにもなるので。おはようございます。おはようございます。ちょっと今回記録で撮らさせてもらってます。ちょっと撮影してもいいですか。ここ？なんか楽しそうなんで。これ待ち合わせしてたんですか今日。してない。携帯かかってして、場所取っといてってほらみんなこうやろ。見てみ。場所取っといてってこと。はい。この箱をいっぱい来るよ。和訳さよ。和訳さってわかる？わかります。わからん。和訳さって何ですか。たくさん。すごいね。こんな見たことないわ私。そうですか。みんな和食のね料理人さんとか。うなぎ食べて元気出してください。でもうなぎは静岡。どこ中国？これは三河？愛知県の三河。蒲郡。蒲郡の近く。うなぎとかこの辺食べるときはどこで食べるんですか？注文、カナダから注文する。カナダから。カナダから。1年に1回。1年に1回。本当やよ。うなぎの日あるでしょ、牛の日って。本当に食べる。あと食べれんよ。そうと思いますよ。この辺にないみたいなんで、うなぎ屋さんがないみたいで、なんか宅配のはあるみたいですけどね。たけちゃんこれ下に。あります。すみません。勝俣がこの状況。希望持ち出したらもう。そうですね。プレッシャーだったんですよ。500だから、下見まで来て告知までしたけど、もしですよ。もし履けなくて余るようなことがあったらどうすんだみたいなことをちらっと言われて、俺一人でプレッシャーでいや大丈夫来るよなってうなぎ出して来るよなみたいな。でもとりあえず一安心です。多分行列できると思うよって地元の人が言ってるんで、なんで食数制限設けてそうやってみんないただきに来てくれるなら本当ありがたいです。だからもうこっちも本気でやるし安心ですね。頑張りましょう。いいよご飯が美味しいのが炊けました。できてるかな。開けてみます。おお、いい感じで合わせて。ミスったら終わりなんですよ。丼にしたらやわくなる。ちょっと柔らかいな。これ。
小魚の炭焼きです。肝差し食べる人。サンドで刻みましょう。煽りながら苦手だった。これ美味しい。これ。マイクも。はい、豚は豚。豚ここで前でやります。やばいっすよこれうなぎ。場所だけ食屋さんだけやってこういうシールとか。しかもさっきうなぎもちょっと食べさせてもらったんですけど、めっちゃ美味しい。びっくりするぐらい美味しい。普通にもうお店っすねこれ。マジで。お願いします。こんな気持ちです。シャインマスカットもちゃんと四つ葉の黒は幸せで。本当だ。美味しそうはいオッケー。なんで今写真撮ったんですか。あ、この二度と会えないと思うし、こういう炊き出しの人に天気もいいし、記念に撮っとこうと思って。自衛隊さんの時も私撮ったんやわ。いつもありがとうねって。そういうなんていうの、感謝の気持ちを込めて撮らさせてもらいました。はい、皆さんお疲れ様です。今日はお暑い中お並びくださりありがとうございます。今からうなぎとだし巻き卵の丼の配布をいたします。1人1人前2個ずつの並びになります。で、もう1回欲しい方は後ろから並び直していただく形になります。大丈夫ですか。はいよ。じゃあ今からスタートします。よろしくお願いします。はいよ。ありがとうございます。みんな持ってるね。お茶お茶お茶マスカット、シャインマスカット、あと山椒とお茶ももらって、お茶も8もお父さんお茶お芋とマスカットある。2個ね。4人分。オッケー。オッケー。でこれでで和紙いる？和紙4つに山椒4つ取って。でこっちでぶどうとお茶もある。はい。細かいの。山椒いる？山椒はい。で箸もいる？箸いる？はいいる。はい。こっちでマスカットとお茶ある。はいはいマスカットとお茶も。はいいらっしゃい。ありがとうございます。はい。箸いるね。箸いいです。お茶とマスカット。芋なくなった？芋なくなりました。はい、これで横にしますね。で、好きな飲み物を2本取ってください。はい。ごめんなさい。声病気なの俺。チックって病気で声が出ちゃうんだ。あ、先生。元気はつらつ。おはよう。はい、おはようございます。お茶もある。お茶もらうな。お茶ね、上に乗っけちゃって。いい。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい、喜んで。暑がね。いや、全然全然。もっと混ざしちゃおうかな。お茶もらってて。はい、ありがとう。ぶどうもね。はい。うなぎとそうですね。おい、お茶とぶどうもらってってね。あ、お箸いる？お箸。よし、これでいいかな。じゃあね。ありないな。待て。お茶とぶどうもらってってください。お茶とぶどうもありますんでね。いくつ言います？2つで、はい。あ、袋も入れちゃおうか。ちょっと待ってね。回しちゃって。よし、ちょっと待ってください。待てますか？待てます。ちょっと待ってよ。待ちますよ。お箸いる？
いいねこれ。ありがとう。頑張ってください。わー、シャインマスカットすごい。あれ？はい、ありがとうございます。嬉しい。すごい嬉しい。ね、うなぎなんて食べたことない。今年になって食べたことない。食べたことない。ありがとうございます。お父様ありがとうございました。ありがとう。またやりますんでお願いします。ありがとうございました。ちょっと待ってね。一旦ストップだ。間に合ってない。まあまあ。一旦ちょっと休憩。ちょっと待ってね。もうなくなりました。素晴らしいですね。やばいですね。大人気。大人気。すいません、ちょっとお待たせしております。生から焼きながらのご提供なので。ありがとうございます。そう。全然 OK ですよ。もし熱中症になっても責任は取りません。はい。大丈夫です。うなぎ食べて。そっちこそ汗かいてやってるじゃない。本当に元気で。マスカットがねありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。おはよう。デザートお茶とぶどうもらってください。気をつけてお茶を入れますね。袋も入れちゃおうか。ありがとうございます。デザート200円。ちょっと待ってね。はい。今皆さんはご自宅でいらっしゃる。私は仮設です。私も仮設。仮設ですか。はい、ギリギリ。うちぺっちゃんこや。そうですか。まだ潰してないけど。潰したら。もうやろうけど。まだ。やっとこ解体が始まって始まった。どぞも悩もうちもやさかいに時間かかると思うけど、私も悩とうち。私も怪我したし、バーって木が落ちて、こんなんが落ちてきたもんここ。はい。あ、こういうの。怪我したここもまだ腫れて。5、6人いたんですけど、私だけ正月やしね。下敷きになったんや、こんなが抜きやでね。お母さんが下敷きなんですか。私。ここ落ちてきて、うちの人が助けてくれたの。旦那と娘の婿さんと2人してなんかに。状況も何も分かんないから、その自衛隊が来るよね、これくらいなら来るよねって思いながらずっと待ってましたけどね。田中はどうですか、こういう炊き出しとかありがたいです。すごく。仮設当たってるからそこで煮炊きしなさいやけど、お店自体も少なくなってるし、品物も少ない、価格もなってるし。美味しいものをゆっくり食べるなんてなかなかできないですね。できない。やっぱりこれ食べるのが唯一の楽しみになっちゃってるから。気晴らしもそんなにできないからね。やっぱこういうところで来てまた交流なんかも多少ね、いつも見る人やみたいな感じで。ここでみんなと会うみたいな感じもあるんですか。それもあります。あの人こんけど大丈夫かって言いながら。はい、気をつけてありがとうございます。粉だけ入れんじゃないの。入れちゃいます。はい、どうぞ。置いちゃって、こっちね。で、2個、2個ね。4人分。オッケー。もうおかげで。そういうとこからすみません。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張って焼いてますね、みんな。暑い中、本当応援します。応援してくれてますね。最初からこう焼いてくださいが見ると涙出るほど嬉しい。いや、すごいね、もうね、炭火でね。いや、こんなの焼きたてなんて家にいたって食べれないよ。食べれない。こんな幸せなことない。スーパーの冷凍の味だってすごい高いしね。びっくりした、ここ来て。とっても嬉しい。大変だけど目の前で焼いてて。いやいや、もう全然大変じゃないですよ、こんな。全然大変じゃないです。喜んでもらえば一番じゃないですか。ありがとう、よかった。よかった。これ喜ぶでしょ、うなぎやったら。喜ぶ。
みんな大これもねうなぎ。はい、じゃあそこにうなぎ置いて、で、ありがとうございます。ほら見て、ほら。おお、うなぎ丼よ。やったー。これは喜ぶわみんな。だし巻き卵。うん、喜ぶよ。どちらから今。これは飯塚。もともとレオンちゃん飯塚の避難所に炊き出しによく来てくれて。うんうん。本当にすごい。すごい。よかった。涙は拭いてく。あ、泣いてない。レオンに久しぶりに会えるし慌ててきた。よかったよかった。やっぱり会いたかったんですか。会いたかったっす。いや本当によかった元気そうだったね。元気元気。美味しく食べてください。ありがとう。元気でね。また来るね。また来てね。いや彼氏ね特徴あって、でほら今の言う特技症っていうかってやる。別にあれは彼氏は僕はこういう病気なんですって自分から説明されて、で僕らこれ全然気にもしてらなんけど。最初ねバイクで来てよ。雪の時ね。そう。まだ何考えてるんで。たかだかうちら集まっても50人ほどの集落50食作ってもらえばいっぱいになる集落なんですけど、彼氏はまあそれで何回か楽しい思いさせてもらいました。もちろん自衛隊さんの炊き出しも大事だったけども、やっぱりこういうキャラのある人はいいよね。楽しい楽しい。こう沈んだ心がね、そう物色される。沈んだけど確かに彼氏は特徴あるよ。そうですか。何欲しいって電話来たり、だから結構まめにしてくれた。ありがとうございました。こっちこそありがとうございます。いただいてきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。気をつけてありがとうございます。お願いします。はい、ありがとうございます。デザートされます。はい、ありがとうございます。お箸いる？デザート。お箸とあとお茶。はい。デザート。シャインマスカット。ありがとう。スパイスね。お茶もらって。はい、ありがとうございます。お茶入れちゃいます。はい、ありがとうございます。山椒になります。嬉しい。暑いね。です。もらいました。はい、いただきました。楽しみ。よろしいですか。あと16です。あと16。残りわずか16です。最後尾こちらになります。はい、どうぞ。はい、すいません。残りわずかに。はい、よかった。あと13個。ギリギリです。よかった。ありがとうございます。あと13個。あと8個です。あと8個。はーい。あと8個。あれ、あんたさん何の？走らなくても大丈夫です。間に合います。2個ずつなので2個でよろしいですか？なくなった。ねえ、あっという間に。これ全部出ました。あ、出ました。すごいあっという間でしたね。11時30分30、スタートしてから35分。本当は11時からだもんね。そうでしたね。で10時半からスタートして。すごい知らなかった。はい、男前入ります。汗もしたからいいよ。あ、本当に。ありがとうありがとう。いい男、本当に。いや、照れちゃうな。イケメンかな。そうやね。じゃあいい女。いいよ。いいじゃねえかよ。よし、袋に入れましょうか。あ、すみませんね。いいえ、絶対許さないです。ごめんなさい。さすがに許せません。はい。いや、許しますん。ごめんね、今ちょっと明るくやって怒らないでね。生姜にお箸が。どうぞ。はい、ありがとう。ありがとう。楽しかったですか。すみません、ありがとう。嫌です。
何でも。何でも。はい。4つ持ってこう。で。楽しみだ。テンション上がってきた。追い込まれると頑張れる。うどんはいらないの？このにこやかなスマイルが、いい男や。にこやかなスマイルってなんか被ってるよ。お飲み物を取りください。すいません、お待たせしました。あんたもって顔引きつるやらほだけ笑うと。はい。顔引きつらんか。レオンちゃん。レオンちゃん。はい、レオンちゃん入ります。はい、ありがとうございます。いい顔や。いい顔。あ、それ。いいえ、こちらこそ。はい、ご苦労さん。はい、議員さん、ようこそでした。議員さんね。何年生？何年生と1年。お、2つ違いなんだ。もしかしてお姉ちゃんかな？そうだったね。ごめん。お。ありがとうございます。ありがとうございます。これ美味しいよ。はい。ぶどうで。はい、どうもです。お茶と飲み物2つ取ってください。ありがとうございます。そうがないですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さんありがとうございました。で、ぶどうと、でもしよかったらお茶も持ってるけどジュースを1本ずつ持ってって。すいません、ありがとうございます。こちらこそです。90歳なんだって。90歳なんだ。元気ね。ありがとう。皆さんのエネルギーをもらって元気にしております。どうぞ。あら、どうしよう。たくさんいただいてありがとう。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。気をつけて。気をつけて。頑張ってね。はい。ありがとうございます。終わりました。終わりました。はい、終わりました。どうでしたか？いやー、めちゃくちゃ早く終わりました。2時間ぐらい。ちょっと一気に集中しちゃったんで、皆さん頑張って、本当に大変だったと思うんですけど。皆さんにね、打ち壊れた人の一食のためになれたっていうのは思いは皆さんあるんで、助けになれてよかったです。コミュニケーション取れるだけでもこちらもありがたいし、暑いですね。僕の主催してる炊き出しはお涙ちょうだいじゃないし、同じ対等な目線ですね。同じ日本人なんで、困った時はお互い様だよって感じなので、頑張ってねって声かけもしたり、中にはもう本当に並びの方ともお話をして楽しい炊き出しにしようって、やっぱご飯もこちらが楽しんで提供してたらより美味しく感じるだろうし、そういうところに気をつけてます。能登の復興を僕も願ってるんで、できる限りは頑張ろうと思ってます。はい。はいよ。ありがとうございます。まだあるよ。あるある。あ、そうだ。半分分けして食べます。じゃあお父さんと。お父さんと半分分けして食べるからいいからこれじゃあ卵でも入れてもらおうか。わあ、豪華な。今年はうなぎを食べてません。ありがとう。これ一本ずつで。はい、ありがとう。袋これ。ありがとうね。とようこそやわ。ありがとうね。あ、うなぎ今年初めて。恥ずかしいね。いやいやいや。だし巻き卵もどうぞ。ありがとう。熱いよ、お母さん熱いよ。はい。遠いとこどうもありがとうございました。ありがとう。どうも。
ばいですね。よく切りましたね。はい、200本切りました。うなぎ200本を10カットしてましたんで、2000カットしました。天井になりますね。2000カット。腰痛かったけども、米がマジか。やっぱり米はね、やっぱり経験した方が絶対いいと思うし、もう並んでる方たちのね顔を見ただけでもあって元気になりますよね、こっちが。ありがとうって言われたらね、泣きそうになっちゃう。更地になってですね、多分ここもともと壊れた家があったんでしょうね。いやー辛いですね。自分の家がなくなったって考えたら、すごい悲しい気持ちになりますね。本当に辛いだろうな。あくまで僕たちは、困った家がなくなった人に一食でもご飯を提供できることに意味を感じてるんで、それでやらせていただいてます。さすがにお家を建てるお金を僕たちが出すことはできないし、だけどせめてでも本当ご飯の一食一食を個人個人が支援できたら、その日生きる分のお金は浮くだろうし、その余裕が他に回せると思うんですよね。助かる人がたくさんいるんだなって考えたら、すごくやる意味があるんじゃないかなと思ってて、毎回炊き出し行った時はもうヘトヘトですけど、やっぱり誰かのために役に立てたっていう思いがあると、やっぱりねすっごくなんか気持ちが晴れやかになりますよ。やっぱ形あるものはいつか壊れるって言うんですけど、やっぱり壊れた家とか、そういう不完全なものを見ると、人間だったら心が必ず動くはずなんで、そうですよ。だってね、もともとはここだってこのスナックが入ってるようなビルでみんなが楽しく過ごしてた場所じゃないですか。やっぱり地震で壊れてしまうとか、もうこんな瓦礫落ちてきて当たったりでもしたら確実に死にますよ。もし自分の家族とかじいちゃんばあちゃんが同じような目に遭ってたって考えたら、俺だったらそういう辛い思いしてほしくないなって思うし、本当に僕も仕事の合間なんですけど、合間合間でこうやって仲間を募って楽しく炊き出しするだけで誰か様の役に立てれば嬉しいと考えてます。何か感じたいなと思って、最初被災地に足を運んだのもあったんです。僕自身地震の経験があるわけでもないし、実際自分の生活がままならないぐらいの状況に立たされたことがないので、必ずこういった場所を見ることに意味があるかなと思ったんです。やっぱり人間の極限の状態っていろいろ学びを得ることができるなって思ったし、でしかも最初の頃は断水をしてたりとか、そういうライフラインが不完全な中でやる炊き出しっていうのはものすごくレベル高くて、まず水が使えない、電気が使えないってなるとすごく大変でしたね。こうやって墓石が倒れてたりとか、どういう揺れがあってこうなるのって思いますよ。人間が立ってることできなかったらしいですからね。やばいですよマジで。今実際にだってこの墓石が倒れるぐらいの揺れがあった場所に自分がいるって、でも本当に極端な話、支援しに来てる時にいつ地震が来るかもわからないわけじゃないですか。来ない保証がないんで、やっぱ怖さはあったし、最初1月の時に、初めて炊き出しに来た時はまだ余震があったんですよ。もう車乗ってる人全員のスマホのアラートが鳴って、で地震ですって、でもすぐ停車するけども乗ってる車が揺れるみたいな状態で、すごい正直その時は結構怖いなって思ったんです。自分が被災する側になるかもしれないんで、助けたいっていう気持ちだけだとちょっと不完全かもしれないけど、でも助けたいって気持ちだけで動くことにも価値があるんですよ。これ難しいんですけど、僕支援に完全なんてないと思ってて、人が人を助けたいって気持ち、もしくはその気持ちがなくてもいいです。
物質的な支援ができる。ただ自分の身の安全だけは自分の身で守れる人でないと、被災地に来るのはちょっと厳しいかもしれません。本当に被災地の人におんぶに抱っこしてもらった状態でする支援だったらより負担になってしまうんで、こちらが提供できるものが相手からいただくものより上回る状態で来ないと意味がないと思ってて、でも支援はね、やっぱり続けてきてよかったなって思います。本当に正直人間、誰かが誰かを助けるとか役に立つ行為って本来はプラスであるべきなんです。だけどそのプラスであるべき行為が叩かれたことで評価されなくなってしまったっていうのはすごい大変な問題で、これをちょっとメディアが先導したのに僕はちょっとすごい悪意を感じました。誰にも認められないボランティアって誰もしたくないですよ。そんなもん人との関わりがあってこそだし、実際現地に来て現場を見て現地の人とお話をさせてもらって、その中で得たものとテレビで報道されているものっていうのはだいぶ現実と違いますって感じましただからいつでも自分の目で見たものを信用するようにしようっていう考え方に僕はなりましたね。この支援が終わるタイミングとかも考えたんですけども、他のボランティア団体さんでもう今回の炊き出しにおいて支援を打ち切りますっていう方たちもいて、それ別に悪いことじゃなくて、ただ自分がいつどのタイミングで打ち切るんだろうって思った時に、今のところまだ困ってる人いるんだったらもうちょっと行ってもいいかなと思ってて、もう僕自身はあまり欲もないんで、自分の生活で浮いたお金少し炊き出しに回すぐらいだったら全然できるし、それで今炊き出しで調理の経験とか提供するスキルを磨いて、僕将来お店出したいんです。実際僕がチェックって病気持ってるんで、やっぱり飲食店とか行くのちょっと気使うんですね。なのでその気を使う食事を同じ病気の子たちにも味わってほしいなみたいな。今日経験が身を助けるって言ったんですけど、チックの子でお家から出れない子たちとかって経験が足りないですよ。経験が足りないから自信が生まれないし、この先どう行動していいかがわからない。だったら普通に生きてる健常者の人と同じような経験をすること、これが一番大事だって考えて、なのでもうちょっと落ち着いたら自分のお店を作る方向に舵を切ってもいいのかなと思ってます。この経験もすごい生きるわけです。生きます。絶対無駄にならないです。絶対無駄にならないです。何も無駄じゃないです。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとまだ入り口制度ですけど、楽しいです。